皆さんこんにちは。今日はこの後ろにあるセールスフォーストランジットセンターとセールスフォースパークを見ていきたいと思います。こちらがセールスフォースの本社のビルになります。だいたい従業員は1万人ですね、サンフランシスコだけで。こちらが今から行く公園になりますけれども、この反対側にあるのがミレニアムタワーといって、基礎工事をしっかりしてなかったために今どんどん建物が傾いているビルになります。で、セールスフォースの公園にはこのゴンドラに乗ってずっと上まで行くこともできます。セールスフォースのビルのてっぺんにはスクリーンを使ったアートが流れるんですけれども、ここからはビルのてっぺんが見えないんですね。ということで、この不思議な建物はビルのてっぺんでどんな映像が流れているかというのを見せてくれるものなんです。それではトランジットセンターに入っていきます。ここのトランジットセンターはいわゆる日本でいうバスセンターという感じになってます。で、将来的には新幹線みたいな高速鉄道の駅にもなる予定なんです。さあ、それでは公園の中を見ていきたいと思います。ここの後ろの長い部分は水のアートということで、下のバスセンターのバスが通るたびにここに噴水が出てくる仕掛けになっています。ここがセールスフォースの公園の3つに分かれる切れ目になります。皆さんご存知のアロエもあります。で、サンフランシスコなんですけれども、日本と違いまして地中海性気候なので、雨季と乾季の2期しかないんですね。で、先日ついに冬の雨季に入ってしまいまして、雨がたくさん降るようになりました。で、この雨季はだいたい4月頃まで続きますので、冬にサンフランシスコに来ますと雨の日が多いかもしれません。なんかさすがに雨季に入っただけあって植物たちもウキウキしてるように思えます。なんかコンクリートの壁を隠すようにこういう風に植物が植えられているの、なんかいいですよね。両側にこういう風に緑があるのを見ると、長崎県の雲仙市にある緑のトンネルという場所を思い出してしまいます。後ろの木がモンキーパズルツリーといって、自分がこの公園の中で大好きな木のうちの一つです。詳しくお見せいたしますね。
変わった木ですよね。これ触るとすごいトゲトゲで痛いんですけれども、お猿さんが戸惑ってしまう木だということでモンキーパズルツリーと呼ばれています。自分の大好きな印象派のモネが睡蓮と一緒に描いたアガパンサスの花もあります。見てください、竹林もあります。なんかこの中に来ると気持ちがほっとしてしまいます。なんかもう抹茶持ってきてくださいって感じです。セールスフォースは一般に公開されている公園なんですけれども、このように監視カメラがあちこちにありますので変なことしないように気をつけてください。さてここで久々のクイズです。このセールスフォースパークでは日本の盆栽のある技術が使われています。さてその技術とは何でしょう。正解は盆栽の浅い鉢に植えた木は高く育たないという技術を利用しています。ということで土の地面の下の部分の土の深さはそんなに深くは作ってないということです。プリヒストリックガーデンという部分に来るとなんか恐竜が生きていた時代に生えていたような植物をたくさん見ることができます。この葉っぱすっごいザラザラしているので手を怪我しないように気をつけてください。はい、皆さんセールスフォースパークいかがでしたでしょうか。サンフランシスコにお越しの際はぜひぜひ寄ってみてください。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。さようなら。